機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ第2部。本動画では映画版第1部および小説版のネタバレを含みますので、未読未視聴の方はご注意ください。映画公開に向けてイメージしやすくするため、一部の画像は映画版から引用させていただいております。以前全3部のストーリー解説動画もアップしていますので、全体の流れが知りたい方はぜひそちらも合わせてご覧ください。2021年に第1部が公開され、大人気を博した劇場版閃光のハサウェイ。それから4年近く、続編公開へ向けた目立った動きは見られませんでしたが、2025年1月、松竹創業130周年を記念した2025から2026年ラインナップ発表会の中で、第2部サン・オブ・ブライトが公開されました。そして本日、正式タイトルキル系の魔女の第1弾 PV が公開。閃光のハサウェイは小説版が上中下に分かれているように、劇場版も3部構成で制作されることが発表されています。そのため第2部では小説中巻に相当する内容が描かれると予想されます。ただし尾形プロデューサーは富野義行氏から普通に小説のままやったら持たないからやめろと忠告を受けているので、いろいろとプラスアルファをしているということが語られているため、まだ見ぬ新展開が待ち受けていると思われます。今回はそんな劇場版第2部の土台となる小説閃光のハサウェイ中巻の内容について解説させていただきます。第1部あらすじ。まずはじめに、第1部では主人公ハサウェイ・ノアが地球へ向かうシャトルハウンゼンの中で、ダバオ基地の新任司令官ケネス・スレッグとミステリアスな少女ギギ・アンダルシアと出会うところから物語が始まります。ハサウェイは地球に寄生する連邦政府の閣僚を粛清する反地球連邦政府組織マフティー・ナビユ・エリンにおいてマフティーとして活動する者。ケネスはキンバレー・ヘイマンの後任として打倒マフティーの任を受けた連邦軍の大佐。そんな異なる立場の2人がギギという少女をめぐって奇妙な人間関係を構築していきます。物語途中でハサウェイは自由に身動きが取れなくなりますが、味方の陽動作戦のおかげでなんとか脱出に成功。終盤ではアナハイムエレクトロニクス社から送られてきたクスイガンダムを空中受領し、ケネス率いるキル系部隊のエース機ペーネロペを撃破します。こうして物語の中核となる機体を手に入れたマフティーがオーストラリア大陸へ向かうところで第1部の幕は閉じました。この続編となる中巻ではオーストラリア大陸のオエンベリへと向かうマフティーとそれを追跡するキル系部隊を中心に物語が展開されていきます。オエンベリ編。ハサウェイたちはケネスの前任者であるキンバレー率いる部隊の動向を確認するため、クスイを受領した足でオーストラリア北部の小さな町オエンベリへ向かうことになります。本作の最終目的地は閣僚会議が行われるアデレートですが、ダバオでの戦闘後、連邦はマフティーを撹乱するため、閣僚会議はオーストラリア南部のアデレートではなく中国大陸のコアン町で行うという情報を流していました。しかし傍受される更新の内容からハサウェイたちは会議はアデレートで変更ないと判断します。そのため本来であればクスイを受け取ったマフティー軍はそのまま連邦の閣僚が集まるアデレートへと向かう予定でした。しかしマフティーを勝手に名乗る軍隊がオエンベリでキンバレー隊の攻撃を受けていることが判明。キンバレーはケネス着任前に戦果を挙げて左遷を免れるべくオエンベリに現れたマフティーを殲滅しようとしていたのでした。事実オエンベリ軍はマフティーと関係のない組織でしたが、マフティーの名を語る以上今後の作戦を決める上でも無視できません。またうまくいけばキンバレーのやっていることは今後のマフティーの活動に利用できるかもしれない。そのためハサウェイたちはオエンベリの偵察に向かうことにしました。オエンベリに到着したハサウェイたちが目にしたものはキンバレー隊による虐殺。とても連邦の正規軍が行ったとは思えないむごたらしく殺された無数の死体の山が広がっていました。ハサウェイたちはオエンベリを占拠する連邦のグスタフ・カール部隊と交戦。モビルスーツの数ではマフティー側が不利でしたが、クスイの高い空中戦闘力を生かして速やかにオエンベリを制圧しました。そしてマフティーはキンバレーと数人の連邦兵士を捕虜にすることに成功。尋問を行います。キンバレーからオエンベリ軍が我が軍のパイロットを切り刻んだことへの見せしめだと子供の喧嘩のような理由で虐殺行為をしていたことを知って呆れるハサウェイたち。
ケネスのやり方を身をもって知っているガウマンはキンバレーたちを捕虜にしても意味がないと考えますが、ハサウェイはキンバレーを捕虜にすることに決めました。その後、マフティーを語る組織の数少ない生き残りとリーダーのファビオ・リベラとも接触します。しかしマフティーの正体がひよっこだったとはとハサウェイを舐めてかかるファビオやオエンベリの者たちと価値観の違いから口論に発展。またオエンベリ軍は連邦の流した情報を信じてコ湾町を襲撃しようとしていたため、アデレートが本命と信じるマフティーとは方針が噛み合わず手を取り合うには至りませんでした。こうしてオエンベリを出たハサウェイたちはバリアントに戻ります。そしてダーウィンの沖合を抜けてビノエハーバーに向かいました。一方ケネスはペーネロペを撃墜されたことで修理に時間がかかっており、オエンベリへ向かうことはできませんでした。しかしその裏でマンハンターの統括やアデレート防衛の準備を行います。またギギは予定通りダバオを離れ、パトロンであるカーディアス・バウンデン・ウッテン伯爵に用意してもらった香港の高級アパートへ行きました。ギギがケネスから聞いていたハサウェイの電話番号にかけると、ハサウェイの表の顔である植物観察官の教官アマダ・マンさんが電話に出ます。そこで今度のデートはアデレートでと伝えました。その後ハサウェイとケネスのことが忘れられないギギは2人に会いに行こうと決心します。こうしてバウンデン・ウッテン伯爵に別れを告げてケネスの元へ戻るのでした。ペーネロペへの修復が終わり、ケネスはキンバレー隊が全滅した以上マフティーの支援基地があると判断。レーンたちモビルスーツ隊にマフティー支援基地の調査を指示しました。なおこの時ケネスが年派もいかない少女であるギギを隣に置いている姿を見てレーンは呆れていました。そしてケネスもマフティー追撃のためオーストラリアへ向かいます。ダーウィン編。ビノエハーバーに到着し補給物資を搬入するハサウェイたち。そこへファビオが仲間たちと共にヘリコプターで現れます。ファビオもキル系部隊の動きからコ湾町がダミーであると判断し、ハサウェイたちの予測を認めるとともに活発に行動するマフティーの姿にハサウェイたちを見直したのでした。ファビオたちの協力を得たハサウェイたちは次の作戦を立てます。それはあえてダーウィン基地を襲撃することでコ湾町へ向かうための輸送力を確保しようとしていると思わせる陽動作戦。そこでファビオたちはダーウィン基地を襲撃。同時にケリアたち情報収集スタッフもダーウィンに潜入。他の者たちはバリアントを発信しアデレートへの中継点エアーズロックへ向かいました。一方オーストラリアへ向かうケネスたち。ギギがマフティーの何かが水の下に行っちゃうと言うと、その後調査任務中のペーネロペがバリアントを撃沈したという情報が入ります。こうして当初はケネスが連れてきた謎の少女程度に見られていたギギは部隊内での信頼を得ました。さらにケネスや閣僚たちがダーウィン基地に到着した後、ギギがこの空港は嫌いと言いました。そこでケネスは即座に官僚たちを乗せて出発。この直後ダーウィン基地はファビオたちの強襲を受けたため、ケネスたちはますますギギを救いの女神として感じるようになりました。こうしてアデレートへ向けて出発したケネスですが、ダーウィン基地の襲撃を知り補給のためアリススプリングに立ち寄ることになりました。この頃ハサウェイはイラムと共にクスイに登場し、まずダーウィン近郊へ向かいます。そこでダーウィンに潜入したケリアの代理人から会議はやはりアデレートで行われるということ、アデレートに大量のエレクトロニクス関係の大型機器が運搬されているということを知りました。そして合流地点のエアーズロックに到着したハサウェイはその途中バリアントが撃沈して補給線が潰され、さらに2機のメッサーもキル系部隊に撃墜されてしまったことを知りました。エアーズロック編。アリススプリングのホテルに到着したギギは一人考えます。ハサウェイとケネス、自分が本当に好きなのはどちらなのか。そしてギギはエアーズロックの観光をしたいとケネスに伝えました。ケネスはそこにキンバレーやマフティーの部隊がいると考え、これを了承。ギギは2機のグスタフカールを乗せたケッサリアで出発しました。またケネスとレーンたちはアデレートへ向かいました。その頃サイド1のスペースコロニーロンデリオンではブライト・ノアが地球へ行く準備をしていました。ブライトは地球連邦政府の悪癖の改革はできないと知り、退役して小さなレストランの経営などをして世俗の中で行く先を考えようとしていました。そんな矢先
地球でのキル系部隊の支援命令を受けたのです。作戦が終わったら植物実習をしている島に立ち寄ってハサウェイに会うことを楽しみにブライトは出発しました。エアーズロックにいたハサウェイたちは近づいてきたグスタフ・カールを戦闘不能にし、ケッサリアの乗組員を降ろすと、そこにはギギの姿がありました。ギギは自分から捕虜にしてほしいと要求してきたので、ハサウェイはケッサリアを破壊し、ギギだけを連れてその場を離脱しました。こうしてクスイのコックピット内でハサウェイはギギと会話しながら、彼女がケネスから送り込まれたスパイではないことを確かめつつ、中間は幕を閉じます。小説版中間では、オエンベリに現れたマフティーを勝手に名乗る軍隊と虐殺も厭わないキンバレー部隊、そしてそれらをめぐるマフティーとキル系部隊を中心とした物語を軸に、各キャラクターの心情がわかるようになっています。特にハサウェイはマフティーの名を背負ってからは、粛清を口にして人を殺す以上、精神的な高潔さを求められていたことから謹厳実直を心がけていました。しかしギーとの出会いで肉欲に駆られてしまい、葛藤に悩まされることになります。そのためバリアントで再会した恋人のケリアに負い目を感じる様子も描かれています。特にハサウェイがダバオでギギと共にホテルから出てきたことは組織内で公の事実となっていました。にもかかわらずハサウェイはギギとの関係に関して危険な少女と接触してしまったと濁した言い方しかしておらず、ケリアとの溝は深まっていくことになります。この世に清廉潔白を求められるマフティーという存在でありながら、現実的な肉欲に苛まれるという葛藤が面白く描かれています。なお映画版第1部ではケリアは最後に一瞬登場したのみですが、漫画版ではケリアとハサウェイの過去が描かれていますので、ぜひそちらもご覧ください。ケネスはギギをパートナーではなく弦を担ぐためのお守りくらいに考えており、むしろパートナーにするのであればハウンゼンのキャビンアテンダントだったメイス・フラウアーのような女性が好ましかったようで、メイスを再び基地に呼び出して親密な関係を築いていました。しかしそれを尺に触ったギギがメイスにピーすぎる一言を放ち、二人を破局させています。ギギはハサウェイ側に閣僚会議の場所はアデレートで変更なしという情報を流したかと思えば、ケネスが有利になるような予言をいくつも送り、結果的にマフティー側に大きな損害を与えるなど、無自覚にも戦場をかき乱す存在になっており、ギギがついた側に戦局が傾くという重要な立ち位置を担っています。このように各キャラクターたちの心の葛藤が細かく描かれているのも中間の魅力の一つだと思います。また本作の世界観も細かく描写されています。人類が反強制的に宇宙へ移住させられる世界において、不法居住者を取り締まる刑事警察機構、別称マンハンター、そしてマンハンターの親玉ハンドリー・ヨクさん。マンハンターは連邦政府にデメリットがないため反合法的な存在でした。そのためケネスはヨクさんと協力してアデレート会議を死守するための体制づくりを行っています。またファビオが出したキンバレーによる虐殺の様子を記したビデオをテレビ局が公開した際には、ヨクさんが根回しを行い、中継したテレビ局に手を打って情報統制を行っています。このように連邦政府は都合の悪いことは全てもみ消す腐敗した存在ということが多く描かれています。こういった内容から小説ではかなり過激な描写も多くなっています。そのため映像化するとカットせざるを得ない場面が多いので、映画版第2部では大筋は小説に準拠するものの、新たな表現が多数追加されるのではないでしょうか。特に映画版は小説ベルトーチカ・チルドレンの続編ではなく、映画逆襲のシャアの続編になるため、チェーンを打ってしまったハサウェイが第二次ネオジオン構想終結の後、味方殺しの罪から解放されるまでの経緯なども描かれるかもしれません。その他には書籍先行のハサウェイメカニック&ワールドにおいて、第2部は地上戦がメインになることが明かされています。第1部では夜間戦闘中心でしたが、第2部ではオーストラリア大陸を駆け回るモビルスーツたちの姿がくっきりと見れるのではないでしょうか。特にモビルスーツに関しては、ガンプラの商業展開を考えると、クスイやペーネルペイの新装備は間違いなく出てくると思われます。第1部ではペーネルペイの性能を出し切れていなかったレーンですが、中間では機体に順応し始めた上に、ペーネロペイ自体もメカニックが慣れてきたおかげで性能が順調に上がっていることが明かされているので、第2部では新形態が用意されていてもおかしくありません。
一方、マフティー側は少ない補給物資で何とかやりくりしているので、あり合わせパーツによるクスイの現地回収形態が出てくる可能性もありそうです。長らく時間が空きましたが、ついに第1弾 PV が公開された第2部。現在発売中の漫画版先行のハサウェイでは、小説版第1部準拠のストーリーが描かれており、映画では見れなかったハサウェイのクワック・サルバーとの出会いや、ケリアとの過去、マフティーとして活動し始めた当初の出来事なども分かりやすく描かれています。映画第1部や原作小説に加え、漫画版を読んでいくと、映画版第2部を深く見ることができて、より楽しめるのではないでしょうか。ということで以上、先行のハサウェイ小説版中間のまとめでした。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。